どうも、男中村です。皆様は花椒をご存知でしょうか？花椒というのはエビを塩漬けにして熟成発酵させて作った調味料です。エビと塩だけでもう魔法のように旨味たっぷりの調味料ができるんですよ。今回はそれを1年かけて熟成させて作ろうと思います。ちなみにこれをエビじゃなくてお魚で作ったら魚醤になります。魚醤の作り方はこちらに詳しく説明してますんで、これを見てくださいね。魚じゃなくてエビで作ったら花椒になるんですよ。日本には魚醤の文化はあるんですけど、花椒の文化はないんですね。小エビの塩辛っていうのはあるんですけど、網エビの塩辛って韓国では有名ですよね。キムチを仕込む時に使えますよね。それで塩辛っていうのをもっと熟成発酵させたものがひしおって言って、醤油の醤って書いてひしおって言うんですよ。塩辛の熟成発酵が進んだらひしおになる。ひしおと塩辛の明確な境界線はないですよ。とにかくエビの塩辛の熟成発酵がどんどん進んだものが花椒になるんですよ。それでアジアにはいろんな花椒があるんですよ。カンボジアやタイではガピって呼ばれる調味料がありまして、ベトナムではマムロク、インドネシアではトラシ、マレーシアではブラチャン、それぞれ呼び方も違えば製法も違いまして、花椒にもいろんなバリエーションがありまして、言い出したらキリがないんですよ。とりあえず我が家でも作れるタイプの花椒を作りたいと思います。それでまず完成品がどんなものなのかっていうのを知らないといけませんから、それを買ってくるんですけど、日本では作られてないんですよ。でも今はネット通販で世界中の食品がね、指先一つで玄関まで届けてくれますからね、便利な世の中になりましたよ。ここで注意しなければいけないのが、偽物があるんですよ。このエビ醤っていう商品ね、これはスーパーに売ってたりもするんですけど、これの原材料がなんかいろいろ入ってますよね。本物だったら原材料はエビと塩だけのはずなんですよ。これは本物のエビと塩だけで作ったものではないですね。だからといって別にこの有機食品のこれを否定するわけじゃないですけど、これは伝統的な製法で作られたものじゃないですよっていうことです。だからちゃんと伝統的な作り方で作られた本物を買おうと思ったら原材料をちゃんと調べなければいけません。それで私は Amazon でこれを買いました。エビ味噌、その下に花椒と書いてますね。中国語ではシージャンって読むみたいです。原材料は小エビ、塩、一部にエビを含む原産国中国。一部にエビを含むってね、エビで作られてんのに何言うとんねんって思いますけど、これはアレルギー物質としてエビが入ってますよっていう注意書きなんですよ。まあそれはさておき、これはエビと塩だけで作られてますから間違いなく本物です。エビ味噌っていう言葉はね、エビの内臓のことを言いますから、これちょっと商品名として正しくないんですけど、花椒という日本語が日本でも通じませんからね、仕方なく分かりやすそうなエビ味噌って言葉を使ったんだと思います。それでエビ味噌の下に花椒とちゃんと正しく書いてありますよね。それでこれ業務用やったんや。業務用って言ったらね、もっと大容量のイメージなんですけどね。中国でもいろんな作り方があるみたいですけど、エビと塩を亀に入れて竹製の蓋をかぶせて熟成発酵させる、そういう方法もあるみたいです。これがその方法で作られているかどうかは分かりませんけど、こうやって作る方法もあるんですよ。ではこれを自分で作ってみようと思います。作るのは簡単ですよ。魚醤と一緒でエビを塩漬けにして放置するだけなんですよ。でもね、ちょっと問題がありまして、生の小エビを入手するのがちょっと困難なんですよ。ネット通販でね、生の網エビを検索するといっぱいヒットするんですよ。でもね、それ全部釣りの餌なんですよ。さすがにね、釣りの餌を人間が食べていいかどうかっていうのはちょっとわからないから、それは使わないでおきます。そこでスーパーで買ってきた干したエビを使うことにします。干したエビでもきっと大丈夫ですよ。アジアでの花椒はエビって結構たくさん水分が含まれてるから、製造工程に乾燥させるっていう製造工程があるんですよ。ないものもあるかもしれんけど、だから干しエビでも逆に旨味が濃縮されて、もしかしたら花椒作りに向いてるかもしれませんよ。では作っていきましょう。仕込んだ分量はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。熟成容器はこれ、1カップ大関の容器です。これに8分目ぐらいまで入れたら 22g でした。なぜ重さを測るかというと、これをレシピ化するためです。1カップ大関の入れ物に8分目まで入れるっていうレシピよりも 22g って書いてあるレシピの方が分かりやすいでしょ。これをすり鉢に入れてすりつぶします。マシンを使ってもいいですけど、なるべく昔ながらの方法っぽくしたかったんで、面倒ですけど手作業ですりつぶします。こんなもんかな。これを容器に戻します。
すりつぶしたら容器の半分ぐらいになってしまいました。残りの小エビも全部すりつぶして入れることにします。追加したエビは 11g です。容器に全部入れました。33g の小エビをすりつぶしたら1カップの容器に7分目ぐらいになりました。塩水を溶かしておきます。これを注ぎます。ちょっと塩水が多かったみたいなんで上澄みを取り除くことにします。エビの濃度が濃い方がいいですからね。これで仕込みは完了です。ではこれを1年熟成させることにします。1年後を楽しみにお待ちください。1年経ったらこんなもんになるんでしょうかね。ではこれを食べてみましょう。まずはそのまま食べてみます。味が濃いからスプーンの先にちょっとつけるだけでいいですよ。すんごいうまみが爆発しますよ。あとそれでもちろんエビの臭さって言わんな、ものすごいエビの香りがするんですよ。エビの香りって言ってもね、熟成発酵させてるからエビの塩辛って食べたことはないんですけどね、イカの塩辛に通じる香りですね。あと韓国のキムチに網エビの塩辛使いますからね、韓国のキムチに通じる味もありますね。そういった香りとものすごい旨味、塩も効いてますよ。でも塩はしっかり効いてるけどガツンって感じるわけではないですね。これはものすごい旨味が強いから料理に使ったらきっと美味しいですよ。ここで新たな情報が入ってきました。これ娘が亀の餌の匂いに似てるから私は苦手だって言ってました。確かに似てます。そんな感じもします。これを使ったおすすめの料理が炒め物なんですよ。それでこれを使ってチャーハンを作ってみようと思います。では花椒チャーハンを作っていきましょう。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。生姜をみじん切りにします。ニンニクをみじん切りにします。ネギを適当に切ります。ちくわも適当に切ります。フライパンを熱しラードを溶かし、生姜とニンニク、ちくわ、卵、ご飯、これは冷やご飯を電子レンジで加熱したものです。混ぜます。胡椒、ネギ、軽く混ぜて、花椒、醤油、混ぜます。器に盛ります。花椒チャーハンの完成です。はい、完成した花椒チャーハンをいただきます。むっちゃうまい。魚介類の旨味が広がって旨味とコクっていうんかな、広く深い味わいになってますよ。これね、イカスミチャーハンっていうのを作ったんですけど、この動画の時に紹介したイカスミチャーハン、あれはイカの量がちょっと控えめやったからイカの香りがね弱かったんだけども、あれのイカの香りを濃くしたような感じですよ。より濃厚でパンチがあって美味しいですよ。これはチャーハンとか炒め物に加えるだけでむちゃくちゃ美味しくなる魔法の調味料だと思います。1年後これが同じように完成していることを期待したいと思います。エビの殻は熟成発酵によって溶けてなくなるらしいですよ。それで味噌みたいにドロドロになるみたいですよ。エビの目はどうなるんやろうね。これエビの目らしきものないけどな。エビの目も溶けるんかな。小エビの目を取り除いてね、一個一個取り除いてとかできないですからね。どうなるんでしょうね。やっぱり溶けるんじゃないですか。これは目の黒いのがちゃんと残ってるもんね。それも1年後にはっきり分かることです。こういう商品を仕入れましたけど、本当のことを言うとね、アジアで花椒を作っている現場に行って実際にそれを食べて
その現地の人が料理している料理法そのものを食べたいって思うんですけどね。そういうフィールドワークに基づいた研究ですね。そういうのをしてみたいですけどね。一応私本業がサラリーマンですからなかなかそういうわけにはいかないんですよ。今はねネット通販でいろいろ世界のものを仕入れられるからこうやって家にいながら研究をさせてもらっております。それで魚醤とか花椒とか塩辛とかね、日本でもいろんなものが地域によってね伝わってますからね。皆さんのお住まいの地域にも変わった魚醤とか塩辛とかありますか？もし何かありましたらコメントで教えてくださいね。そんなわけで今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとハイプとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは発酵食品とか野草料理とかちょっと変わった料理を主にやっております。最近は YouTube ショートにも参入しました。ショートでは普段やってる動画を1分以内に凝縮したダイジェスト版としてやっておりますんで、それも見てくださいね。他にもブログ、X、インスタグラムもやっております。気になる方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。